こんにちは。4G 初めから攻略パート49です。前回はリオ希少種夫婦を攻略しました。若干寄り道感がありましたね。今回戦うのは新規といえば新規かな。待望のあの武器作りに行くよ。生産武器の王様とも言えるでしょうか。楽しみです。おーし、それじゃあやっていくぞ。プレイするのは G 級のイベクエね。装備はスタナイペダン、小耳をつけた方のセットです。そしてやっていくのはこちら、運命の黒竜です。ミラボレアス自体はすでにバルカンラースと戦ってるが、こっちが原種になるよ。パート49にしてようやく黒との戦闘だ。上位なら集会所で解禁されてるんだけどね。解禁がハンターランク70なので攻略中はスルーしており、G 級個体はイベント限定になります。ではやっていきましょう。久々の登場ムービー入ります。ムービーいいね。ミラくんの登場に BGM が重なるところが最高。受注したキャラの方は戻り弾を使ってキャンプ待機です。一人で2台操作するの忙しいですね。ムービーって受注側しかメインで映らないんですね。どっちもペダン装備してるのシュールすぎました。メインキャラの方、ガルルがフェイク被ってたから顔も映らなかったな。まあ、それはいいか。動画で扱うのは初の原種ミラくんだね。初代から登場する由緒正しき裏ボスですね。近畿級モンスターの元祖になります。アイスボーンで描かれた通り、世界観的にはガチの最強生物。起源にして頂点というやつです。同じく、近畿級のアルマが完全に前座扱いだからな。あんな表現、ミラボレアスじゃないとできないよ。古のプレイヤーからの人気も非常に高いですね。復活のたびにそれを感じます。MH4 からはノリも解禁されました。これは戦術的にも重要なポイントですね。まさかの頭に乗るからね。固定ダメージが入るのは嬉しい。初期作は刑事で頭殴るの難しかったから、手軽にダメージを取れるのがいいね。頭は破壊報酬の面でも重要ですね。2段階あり、角と目が手に入ります。取り急ぎ、今は角が欲しいです。しっかり2本折っていきましょう。目を見開きながらダウンしてる。凶悪な顔してるな。黒竜の邪眼は宝玉としての価値もあるそうです。水晶でできているんだとか。実際15周年展で展示されてましたね。我々も会場で見ました。あの時期に初めて近畿級が公式で触れられたんだよね。会場で流れてたムービーの鳥がミラくんだった。モンハンの歴史みたいなムービーですよね。大体のモンスターは画像の立ち絵だけでしたが、ミラくんはなんと新規 3D モデルによる映像でした。あれはびっくりしましたね。隣で見てた人がリアルにかっけーってつぶやいてたね。確かにシリーズファンとしては感動ものだった。どうやらあの辺の反響が元になってアイスボーンで追加することになったみたいですね。開発的にはイベント用の演出だったのでしょうが、動いてるとこ見ちゃったら期待せざるを得ません。旧作と違ってクエ用意して終わりじゃないもんな。ある程度お話も用意しないといけないし大変そうだ。その分アイスボーンのは導入も素晴らしかったけどね。みんなが見たかったミラボレアスって感じ。長らく公式や攻略本に出てないだけあって、プレイヤー間でしか話題にできませんでしたからね。お話もいいし、しっかりクエスト自体が難しい。みんなが納得する形で出現してくれたと思います。そんな黒ミラくんなんだけど、4G でもしっかり満を持して登場してくれてるよ。
というより、登場するのが遅すぎる。イベクエ配信、発売半年後だぞ。結局はここですよね。ダラ原種から1週間後の配信です。もちろん、解禁自体は嬉しいんですが、当時は今更遅えよとしか思いませんでした。やっぱり、生産の強化先が見えてるのが悪さしてそう。ミラブキは、発売直後から話題になってたからな。強化できない生産リストを見ながら、ギルクエに通い、それ以上の発掘が掘れちゃったって感じですね。ペタンだけは最後まで超えない人も多かったですが、大体の生産は半年も経てば不要となってました。まあ、モンスター自体は素直で楽しいんだけど、若干物足りなさもあるんだよね。なんせ、ルーツの3ヶ月後の配信だからね、強力な方と先に戦えちゃうのよ。ラースとバルカンは系統の違う難度ですけど、原種は間違いなく一番シンプルですからね。これはダラ君にも言えることですが、待たせた割に、ってのは思います。いきなり原種が超強化されても、それはそれで困惑するがな。さて、せっかくの初種レイドだし、兵器も一応使っておくか。ロープがある場所からは高速弾が取れますね。確か、立ってないと高速できないので注意です。これを打ち込めば、まあまあの時間高速できますね。頭を殴る貴重な機会になります。これは、一つあれば十分かな。2回目以降は効果時間が減っちゃうよ。わざわざ割り下まで登らないといけませんしね。効率がいいかは微妙なところです。ただ、頭を殴りづらい武器種にとっては頭破壊を狙える貴重な機会になるでしょう。それも若干当ての位置に工夫がいるけどな。リーチが短い武器は特に。切れ味が落ちたのでキャンプに寄ってきました。支給品もついでにゲットしています。ダルジーをもらった。こいつで第2ラウンド開幕といこう。ミラ君、壁に向かって黄昏ています。王国を滅ぼしたことでも思い出してるんでしょうか。それって滅ぼされた側がやることでは。あ、爆弾に近づきすぎた。吹き飛ばされてしまったわ。相手にはしっかり入ってるんでよしとしましょう。これにはミラ君も激おこです。さて、ここからはどう攻めていきましょうかね。位置によっては迎撃装置を使いたいですが。高速弾と激流装は当てたいよね。ちょっと兵器優先目で立ち回ろうか。おっと、この左右の爆破には注意だな。前にいる場合は反対側に抜けよう。後ろ足があった位置くらいから判定ありますね。ダメージも非常に大きいです。バルカンラースはこれを使う頻度が低いんですが、原種はよく使ってきます。旧作との違いを感じさせる攻撃の一つだね。かつては後ろ足に張り付くのが安全だったが。風流剣でずっとチクチク殴ってましたね。あれはあれで楽しくもありましたが。正直、作業ゲーとも言えました。それに比べると、だいぶ戦いがいがある調整です。よーし、じゃ、ここいらで激流走タイムと行こうか。ちょうど四つん這いモードだし。位置もいいですね。クリーンヒットしそう。おお、めっちゃ綺麗に当たった。しかも、準備から発射までスムーズだ。これ、壁に登ったはいいが、近づいてこないことあるからね。そうなると効率悪いよ。四つん這いなら、這いずりですぐ近づいてくれるんですが、面倒なのは立ち上がっちゃうパターンですね。高台に向かってブレスを連射されたりします。ずっとスイッチ前で待つことになっちゃいますね。それだったら武器で殴ればよかったってなるからね。ダメージ効率が下がっちゃうよ。本末転倒ですもんね。V 破壊狙いならまた別ですが。さーて、じゃあ高速弾もそろそろ狙おうかな。ちょうどエキス更新のタイミングだ。ダウンを取る際、エキス時間の把握が必須ですね。3色揃えてすぐに取るといい感じです。それと、高速弾の場合は、特にミラ君の位置が重要だ。なるべくバリスタに引きつけて撃とう。遠くで当てると追いかける羽目になるから、時間無駄になっちゃうよ。今回は、とりあえず間近で当たりましたが、近すぎて頭が壁にめり込んでおります。この。もともと高速弾での高速時には、頭が動くから狙いづらいんだよね。総中根はリーチがあるから、めり込んでも狙いやすい。まだマシな方だよ。片手や双剣はやりづらそうですね。達人なら問題ないんでしょうが。さあ、これで兵器は一通り当てることができました。いずれもうまく活かせたと思います。そうだね、無駄に待ち時間が出ることもなく、スムーズにいったと思うよ。ここからは、素直に武器で削っていこう。もうノリも狙わなくていいかな。ラースのような自己要素も特にないので、見どころはなさそうですね。あ、終わったわ。本当に見どころがなかった。やっぱり戦闘力は厳守って感じです。ミラ系の中では圧倒的に簡単ですね。しかしながら素材は一番重要です。
しっかり9回剥ぎ取りますよ。幸い、と言うべきか、ミラ君の素材は種類が少ない。コモン素材を除けば3種だけだよ。とりあえず、必要なのは角と重角です。どちらも剥ぎ取りで出ます。角3、重角6が必要ですね。角は低確率ですが、出るかどうか。できれば1回で武器1個分の素材は出てほしい。簡単とはいえ面倒ではあるからな。なんか、さっきから重角ばっかり出ますね。鱗によらないだけマシですけど。有志のサイトによれば、重角 45%、降臨 40% らしいが、ミラ系はちょっと怪しいんだよな。確率の合計が 100% にならなかったりしますね。攻略本にないんで仕方ないですが。いずれにしても、今回はかなり偏りました。結局角は剥ぎ取れずか、報酬では頼むぞ。お、角3つ出てますよ。これは幸先がいいですね。地味に茶眼も3つ出てるぞ。これは後々役に立つからいいね。1体倒して3つもらえるとは、ギルドにも在庫があるんでしょうか。よーし、それじゃあお待ちかね、武器製作の時間だぜ。生産からやっていきます。上位個体も裏手クリアしておきました。まずはミラブレイドです。上位で唯一、紫が出る武器群ですね。上位生産体験使うなら、これって感じだったかな。4G だとレギオス武器でいいけど。そして、強化先がこちら、ブラックミラブレイドです。倍率310、竜430、匠紫30、スロット1。性能の傾向こそ上位から変わらないですが、すべてが高水準となっています。物理面の期待値で、すでにアーティを超えてるよ。おまけに紫が10長いし、竜属性もある。ログレギと並ぶ、生産体験のトップだね。火力のブラミラ、軽戦力のログレギって感じ。タイラーだとログレギを担ぐことが多いですが、たまに TA でブラミラ採用も見ますね。その他、レオシャガルには竜の分ブラミラが優勢です。甲乙つけがたいと言えるでしょう。やはり、最大の問題はイベクエ限定という点。ラースの素材でどうにかならんのかね。原種の素材、重角6角3だけなんですよね。彼さえすれば軽いんですが。それでは、恒例の試し切りといきましょう。極流力不足で極限強化ができていません。そういうわけで、ちょい軽めのクエにしたよ。イベントのキリンアッシュね。匠愛術のセットを活かしたかったのもあって、スタン取れて楽しそうなこいつにした。このクエは特にステータス強化などはありません。純粋な救済クエだと思います。耳栓が無駄になる相手ですが、特に問題はないでしょう。よし、じゃあやっていくか。場所は塔の頂上だね。キリンは樹海かここかですね。欲を言えば樹海が良かったですが、まあいいでしょう。樹海のキリンってあんまり戦いづらいイメージないわ。砂紫に出ないんだっけ？いや、砂に出なくて紫には侵入できたはずです。あんまり見た覚えないですけどね。さて、外膜ためを当てて戦闘開始です。紫30を生かしてスタンチを蓄積させます。強化個体でないとはいえ G 級個体だ。攻撃力は普通に高いから注意しよう。原種よりダメチャンスが少ないのもポイントですね。フェイントの振り向き角攻撃を警戒しましょう。これ、ため危ないですよ。ああ、これダメだったか。ハンターとの位置関係で振り向くか決まるらしいんだが。何十戦かやっても全然つかめん。条件わかる人いたら教えてほしい。振り向きなし条件が分かれば大きいですね。一つ攻撃チャンスが増えます。亜種戦は後ろ蹴りの後隙が分からず、攻めあぐねる時間がどうしても多いんですよね。このつららくらいしか狙えないもんね。これはこれでため当てるの難しいんだけどさ。見た目より攻撃判定が大きいんですよね。ギリギリの位置でため始めないといけません。ここも原種より気を使うポイントです。すべてが少しずつ難しくなってるんですよね。麻痺を受けないのはいいところだけどな。原種は原種ではめ殺しがあるから怖いよ。落雷に気をつけてればいいんですけど、大体麻痺ったらそのままキャンプ送りですもんね。さ、ここもチャンス。2連で助かるぜ。角が壊れてぶっ飛びました。怒り中の頭蓄積ダウンですね。起き上がり、怒り以降なので横ペチからさらに溜めます。強溜めとはタイミング次第で使い分けてます。いきなり角攻撃されちゃったか。できれば回復したいな。小技ならあと一発耐えられそうですけど、ちょっと怖いですね。しかし、つららには攻撃したくなっちゃいます。ギルクエじゃないので、ほぼひるみますしね。おお、今度はスタンも入ったな。いろいろ噛み合って気分がいい。スタン中はフルコンボ入るんだが、
残り体力を考慮して今日ためで止めておくよ。最後の強なぎ弱点に入れるの難しいですからね。これはいい判断だと思います。では、ここで回復を入れましょう。ここもちょうど威嚇と重なりました。あとは、一回研いでおきたいな。紫にはまだ余裕があるとは思うんだが。さすがに、討伐までは持ちませんからね。どこかで砥石を使う必要があります。ここは、やっぱりログレギの方が便利だね。あっちも無駄遣いはできないが。もちろん、ログレギはコンボがちょっとやりづらいから、ブラミラの紫30自体はかなり評価してるよ。紫20とは体感かなり違いますね。1.5 倍なので当たり前ですけど。体験は手数がそもそも少ないので、10の差はかなり大きいものになります。スムラ発掘だと白はまず使い切らないが、アーティだと白も一瞬でなくなってたからな。あれは基本剣魔術がないと動かしづらかったよ。火力は文句ないんだけどね。これ以降はアーティはお役御免ですね。これまで長いことお世話になりました。初期環境を思い出して懐かしかったです。やっぱ当時騒がれてただけはありましたね。なんかアーティが強いと嬉しいよね。トライ G だと残念性能だったから余計に。紫10はいくらなんでも短すぎますしね。4G では最低限欲しいラインは確保してくれてました。これからは我らがブラミラが最前線です。これを発掘で超えるのもなかなか難しいので。ブラミラ超えを名乗るなら、純倍率のスムラが最低ラインかな。1号3極以下も属性次第で晴れそうではあるけど、わざわざ磨くことないって思うな。1584スムラですらゲージで負けてますしね。スキル自由度含めて上回る感じです。そう考えると、ブラミラのスペックエグいですね。超重役出勤なだけあります。ブラミラはビジュアルも唯一無二だしな。刀身の先が丸い感じがかっこいい。あ、雪だるまになっちった。いちいちチャットが出るのが気になるぜ。これの解除、スティックに負担かかるから嫌なんですよね。硝酸剤持ってくればよかったです。これだけは大技のつららでも消えないので、位置によっては手出しができなくなります。雪だるまになると少し暗い硬直があるからな。攻撃重ねられないように注意していこう。で、ブラミラの見た目の話ですけど、独特な形状ですが、かっこよさありますよね。他のミラ吹きと違ってトゲの衣装とかはないんですが、その分金属感があります。昔は性能がついてきてなかったけど、4G で一気に化けたね。ミラ体験は素粒の方が強かったですしね。やっぱり切れ味って重要です。素粒体験といえば、モンハンドスだよな。結局当時、ミラーアンセスブレイドまで強化できたっけ？いや、確かアッパーミラブレイドで止まってますよ。理由はもちろん遠流の宝玉語です。当時の基準で宝玉語って狂ってるので、我々のプレイ環境では強化は無理でした。ドスでせっかくミラ体験出てきたのにな。もうちょっと頑張ってもよかったか。ま、その分 4G ではしっかり使えてるからいいか。このデータでも末永くお世話になるだろう。なるはやで極限強化もしてあげないとですね。今のままではアーティから持ち帰る意味がありません。そうだね、しっかりラージャンしばいて、またフルパワーのブラミラを振るいたいな。よし、討伐完了。タイムは5分半だったね。フルパワーでないとはいえ、さすがの火力です。素の倍率も高いですからね。やっぱり数字って正義だわ。格の違いみたいなものを感じる。さて、じゃあ最後は防具の方を見ておくか。ミラ防具も初だし。そういえば、武器強化しか見てませんね。ドンドルマに戻りましょう。まずはこれか。ドラゴン X シリーズだね。一式だと、無慈悲、匠、技物、ノウトウ術が発動するね。無慈悲は弱徳と見切り2の複合スキルだ。攻撃的で有用なスキルが多いんですが、いまいち噛み合いが悪いんですよね。ダメ短縮のマイナスが大きいのが難点です。これがなければ体験装備で使えたかもしれません。せっかくノウトウがあるのにね。ダメタンマイナスならノウトウ別のスキルが良かったな。この防具、最終環境ではあまり見ないが、動画の企画でしみると腕とかたまに引っかかるんだよね。匠と技物の両立でお呼びがかかることがありますね。一回使ったきりになりがちですが。それ以外ではパーツ単位でもあまり使いません。ポイントの偏りも大きくありませんし。さて、じゃあもう一つ、キリン Z も見よう。さっきちらっと映ってたが。キリン Z は属性関連のスキルがつきますね。G 級では回避術もあります。なんですが、一式でも回避術は7ポイント止まりです。発動しても効果薄いですけど。回避性能1と体術1の複合なんだよね。無慈悲と比べるとかなり中途半端なスキルだよな。
まあ、キリン Z はどの運用でも使うことはないかな。氷属性攻撃は装飾品でつければいいし。運気マイナスなのも地味に痛いです。キリンって服を呼びそうですが。犬種も運気マイナスだったな、そういえば。意外に縁起の悪い生き物なのかも。そんじゃ、防具も見れたことだし、今パートは締めに入ろう。ようやくブラミラ作成できましたね。めぼしいイベクエブグは大体揃えられました。有名どころは出揃った感あるよね。まだまだ強力なものもあるが。他のミラ武器は特定の相手に特化した運用になる。体験だけ汎用性が抜けてるよ。特化装備も振り回してて面白いです。まだまだ色々と遊べそうですね。だね、裏でミラ君周回しつつ、玉竜玉集めも忘れないようにしないとだな。ほいじゃ、次の動画で。またね。